ところにセリがありますよ、ね、セリです。これね、さっと湯がいて酢味噌和えにすると美味しいんです。はい、肝臓です。隣にはね、よもぎがあります。柔らかくて美味しそう。ほら、さあ、ふきもね、ここにでっかい出てるんですよ。ふきね、普通はね、茎食べるんだけど、今葉っぱも柔らかいから、これ一緒に佃煮にしよう。庭中にいっぱいあるの。おひたしにするからね、結構量がないと。きれい。これはね、三つ葉です。ほら、3つの葉っぱでしょ。まだまだ小さいんだけど、これもね、おひたしにもいいし、おつゆの浮き身にしてもいいし、天ぷらにしてもいいし。野生の三つ葉です。はい、こんな落ち葉の下にほら三つ葉、ちょっと大きいね、大きくなってる、少し大きくなってるね。ミントが顔を出してきましたね。いい香り。もうこれ庭中に一面にこれからどんどん増えます。ここに雪の下があります。ちょっとまだね、可愛い葉っぱ、可愛い可愛すぎ。全部取ったらかわいそうやから。ちっちゃな雪の下の赤ちゃん。そうそう、これだ。柿同士がありました。はい、柿同士でね。あ、すごい爽やかなしその香り。ほら、ポン。あ、これナズナ。ここに山椒がねあるんだ。可愛いでしょ。これ見て、こんなちっちゃいのでもちゃんと木の芽。こんなもんかな。ブルーベリーちゃん。はい、ちょっとお庭歩いただけなんですけど、今日の収穫物です。セリちゃん、セリちゃん。これセリね。セリがちょっとやってるね。これね、フキです。山吹き、もっと大きくなるけど、フキ。野三つ葉、野生の三つ葉です。これは皆さんよくご存知ですよね。よもぎです。これが肝臓の肝臓ですね。セリ、で柿同士、しその香りの柿同士ね。そして雪の下、こんなちっちゃい雪の下、雪の下、天ぷら。さあ、じゃあこれでお庭の収穫物でお料理をこしらえましょうね。こんにちは。ファブリルクッキングへようこそ。
身近に手に入る材料を使って丁寧にこしらえる家庭料理を教えています。今日はなんかいきなりなんだと思って始まったと思うんですけれども、私の庭をちょっとだけご紹介しました。そしてそこで採れた春の野草ですね、それを使ってお料理を2品ご紹介したいと思います。天ぷらと酢味噌和えなんですけれども、これだけのものが庭から採れるっていうので、私はもう本当にこれは庭からの贈り物だと思ってありがたくいただいています。ではご紹介しましょう。じゃあ取ってきた野草をね、ゴミなんかがついてるので絶対に水でねきれいに洗いますね。そしてね、やっぱりしばらくつけといた方がいいですね、ほこりやらゴミ取るのにね。ではまず酢味噌和えから作っていきたいと思います。肝臓を使いますね。これ肝臓先ほどね取りましたよね。さっと湯がきますね。さあお湯のたぎったところに肝臓を入れます。そうですね、さっとなんですけども、やっぱりあまりすぐに揚げてしまうとね、柔らかいんですけど、なんて言うんだろう、噛み切りにくいので、少しちょっとこうひっくり返したりしながら茹でてください。美味しい。もうそろそろじゃあ揚げてもいいかな。だからまあ1分か1、2分ってとこやね。2分ぐらい。さあじゃあ揚げます。はい、じゃあ水にとってね、捨てましょうね。少し余熱を冷まします。ほんの2、3分で結構です。きれいに揃えてから切りましょうかね。2、3センチくらいにね切ってください。軽く絞って、じゃあ肝臓のね湯がいた用意ができましたので、これから酢味噌和えにしていきましょう。まずごま、すり鉢ですりますね。料理ってね、味だけじゃなくって見た目とか香りとか五感をフルに活用してするもんだから、このごまは必ず吸っていただきたいです。なんか最近はすり鉢のない家も多いらしいんだけど、ちょっと寂しいな。じゃあ次は白味噌を入れますね。酢味噌和えは白味噌を使います。今日は2人分、どうやら今日はこの肝臓2人分ぐらいなので、お味噌これぐらいでいいかな。大さじ1弱ぐらいの感じでしょうか。そしてお酢を入れます。そしてお砂糖をね入れますね。甘みをつけないと美味しくないので、小さじ1ぐらい。でここでもう一回ねすりこぎでこうやってすりますね。なじませます。よいしょよいしょ。これがまたいい匂い。音もねいいですよね。さあこれぐらいでどんな味かな。美味しい。はい、これで酢味噌ができましたよ。さあじゃあ次は肝臓をねここに入れて和えていきますね。すっごいいい香り。ここにねなんかかまぼこを刻んで入れてみたりねすると庶民的で美味しいですよ。お味見をします。
美味しい。ここの真ん中に竜の絵が描いてるんですけど、竜は今私の方を向いてます。なぜなら私を正面に盛り付けて、でないと食べた後に竜があっち向いてたら嫌やん。盛り付けます。ふわっとね、あんまりこうギュウギュウ押さないで、ふわっと空気も一緒に盛ります。はい、肝臓の酢味噌和え出来上がり。召し上がれ。はい、じゃあ天ぷらの衣をね作ります。もう誠にシンプル。小麦粉とそれからお水。このお水はね冷やしておきました。その方がカラリと揚がるので冷水です。じゃあ入れてきますね。ちょっと控えめに入れて。天ぷらの衣はねもうご存知と思いますけど、こんなくちゃくちゃこねないでサクサクっと様子見ながら。分量はまたね後でご説明します。あんまりねこねるとグルテンが出るので、こうポト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 ってもうちょっと入れてもいいかな。はい、これぐらいでいいんじゃないかしら。こんな感じですね。よし、これでいこう。では揚げていきます。これ濡らした菜箸なんですね。ちょっと拭いています。それを油の中に入れて、この泡がちょっと細かい泡が出てるの見えるかな。プチュプチュプチュって、これぐらいで揚げていきたいと思います。まずよもぎね、こういうふうに持ってトントンとつけて、ちょっとこうしごいてね、ちょっと大きいのいってみましょうか。大きいのはい、なるべくね葉っぱがこうパッと広がるといいですね。綺麗ですよね。天ぷらはねこうやってしょっちゅう触ってこう空気に触れさす方がカラッと揚がるんですって。天ぷら屋さんに教えてもらいました。もうこれでねいいでしょう。くっついたまま揚げちゃえ。そして次の天ぷらのためにちょっと火を弱めました。あるいはちょっとこう切ってもいいぐらいです。はい、次はかき通し揚げます。しその香りのかき通しね。でこれね紫色のね可愛い花咲くんですよ。じゃあついでにこの布巾もあげちゃおう。よし、これでいいな。なんかカサカサって音聞こえます？こんなにきれいに揚がりました。はい、出来上がりました。火を消して、さあ、はい、じゃあ天ぷらね盛り付けていきます。天ぷらはやっぱりちょっとこういう白い紙を使って色紙にしますね。少し斜めに折って、骨董のお皿なんですけど私の下手くそな金継ぎがしてありますけど、ちょっと隠そうかな。こうしてさあ盛り付けます、ね、でございます。ちょっと大きいか、まあいいや。そして切り通しと、そしてじゃあせりね。そして最後にこのベイビー雪の下、もう何か分からへんねんこれで。ちょっとバランスを見て、失礼、
もう一個ここに何か乗せようかな。柿同士、最後これいけ。さあ、春の野草の天ぷら出来上がりです。お盆にセットしましょう。天ぷら、そしてこの豆皿にこの塩をね、もうね野草なので天つゆとかじゃなくっても塩でシンプルに食べていただきたいと思います。そして肝臓の酢味噌あえ、はい、出来上がり。それではチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。